味と香りが別物なんで、食べてもらえれば分かると思います。香りがめちゃくちゃいい。勝田シェフが作るとやっぱり一段と別格になりますね。全然違いますね。香りとか食感もいいですね。ゴールデンコンビ。ありがとうございます。お待たせいたしました。お箸レンゲこちらからどうぞ。基本的には人はお入らない感じ。めっちゃいいじゃないですか。うわー、めっちゃくちゃいい匂いする。神秘的だ。遮光率がうん高めにしてあって、白い舞茸。やっぱ違いますか？うん、違いますね。すげえいい匂いする。なんだろう、トリュフみたいな香りするな。めちゃくちゃ大きいよ。これ茎絶対うまいよ。これすごい。これはすごい。あー、これはこれでまたすっごい匂い。なんとも言えん匂いだ。やっぱテンション上がります。全然これ匂い嗅いでください。これうわ、すげえ。すごい。旨味が強い匂いします。すごい。味が濃そうなね。臭かったりしないで本当の原野の状態でっていうことで、東京の農大の先生がそういう風にやった方がいいっていうことで、栽培自体としては難しいんですか？原木でやる。標高が600メートル以上じゃないとなかなか難しい。土の温度が上がりすぎると出てこないので、愛知県だと作る場所がなくて、こちらの方でたまたまいい土地を見つけてご縁がありまして、去年からスタートした感じです。どのぐらいかけて作られるんですか6月の頭にミズナラの木に舞茸の菌を培養したのを埋めて、そのままずっと放置で、水も肥料も一切あげないで自然の状態で、10月のこの時期ですか、1週間から2週間ですね、取るのは。だいたい1回埋めて5年は出るんですけど、1年目でガーッと一気に出て、2年目で力が衰えて、3年目でまた出るって感じで、3年4年5年は安定してこんな感じで出るって言ってました。市販でよくホームセンターとかで売ってる菌床キットってあるんですけど、ご自宅でキノコができますよっていうのを、だいたい耳かき1杯分ぐらいの菌しか入ってないんですけど、僕のはお玉1杯分菌振りかけてるんで、こんなに多く出るんだと思います。普通はこんな大きくならないと思います。全然入ってない。本当だ。全然違いますね。全く入ってないですね。難しいんですね。来年に備えて多分力を、上に葉っぱが落ちてきて下がってくるんで、月に1回来てこう手入れをしてる感じですかね。ここは来年に期待ですね。みんなだいたい黒い舞茸がメインなんですけど、白だとフランス料理とかにも色が落ちないんで、あえてみんながやってないことをやった方がいいっていうことで、なるほどね。人と違うことで勝負したいなっていうことですね。明るいところ香りが不思議ですね。こんな違うもんなんだ。面白いですよね。面白い面白い。すげえ。これ絶対うまいと思う。全く違う。これからどんどん増やしていくって感じですか？そうですね。ふるさと納税出品しようと思いまして、この2つでどのぐらい去年収穫量が見込めるんですか？去年は向こうの場所なんですけど、そこで50キロ出ました。今後どのぐらい目指されるんですか？そうですね、10何箇所かはできますんで、まだこの状態だとふるさと納税の数にはちょっと厳しいんで、増やしてっていけば安定して供給できると思いますんで、だいたい6000で出そうかなって思ってます。他の原木舞茸もそのくらいで販売してるところが多いですね。原木にこだわった理由とかってあるんですか？味と香りが別物なんで、食べてもらえれば分かると思います。天日にするなら多分カリカリにしないといけないから、水分が多いやつほど早く食べないとアク回りが早い。持った時ポロポロ落ちるじゃないですか、こうくずになって、これも商品になりますんで、だしパックみたいにして粉末にして、あとカツオの粉末と混ぜて、そういうこともできますし、なかなか面白い。これだってこれめちゃくちゃ甘いもん。全然違う。
来年からリモート。先週出たやつはやっぱり先週が抜き時だったってああ、やつだそういうことなんですね。そまだそういう販売経路が見つかってなくて。じゃあ今回初めてお店さんにっていう。そうですね。うん本当は今年ふるさと納税間に合えばって思ったんですけど、ちょっと間に合わなくて。じゃあ楽しみですね、そのお客さんの反応とかも。そうですね。これを今度これ出荷となるとまた使ってもらえるとこにおろした方うが、んゲロのホテルとか旅館におろした方がある。でもこれ朝どれで食べたらうまいねこれすいません、今日朝あ早く。あいいよ全然全然っていうかすごい貴重な体験俺これ持ってっていいですか、はいどうぞ今日いいですかはい、じゃあ車にも、はい、お運びします。取っていいなよしこれでいきましょうこれね甘鯛です京都でいう具地ってやつですな何品ぐらい出すんですか、コース料理は。 8品ぐらいいくんじゃないかな今日はねメインはねホロホロ鶏舞茸はね最初に舞茸の和え物1品と土瓶蒸し焼き舞茸あとすき焼き結構鶏さばくの知識いりそうですね。普通だとこういうさばき方しないで全部骨から身外してガラと分けるんですけど今日は骨付きだもんだからわざと骨つけてさばいてるんですよ構造はねどんな鶏でも一緒だもんだからでも基本的なことを知らないと部位全部知らないと何もできえへんでうなぎはこちら5時半までの入店本日7時からコース満席になっているのでお願いします。コース料理の料理とかは食材見て決めるんですか？食材見て決めますお任せですメニュー決めちゃったらできないんでお客さんに合わせて全部やるんでいいですね。
OK。はい。ソテーして舞茸の上にのせます。味は豆腐です。これ崖の上から取ってきてもらうんですよ。お知り合いの方にそう、これも漁師さん。できる限り舞茸の育ってるそばにいるものでの方が面白くないですか、ストーリーとしては。蜂のお酒です。蜂種、これ3年もの。これ何ですか？スズメバチ。これがまたね、揚げた時にね、蜂蜜みたいな香りがするんですよ。これはこれでまた面白い食材で。針とかは取られてるんですか？成虫になる前です。これは。これは何肉ですか？これ名古屋コーチン。今日は名古屋コーチンとホロホロ鶏の食べ比べ、それに焼き舞茸。今回のホロホロ鶏は初めて取り扱われるんですか？普段は外国産のやつを取るんですけど、入ってこないんですよ。岩手県から取り寄せたんです。はい、お気をつけて。ありがとうございます。舞茸の5枚の10になる。これね、八丁味噌のパウダーです。結構匂いが立ちますね。ね、いい香りしますよね。これね、黒ごま。すごい香りしますでしょう。ね。どうも。いらっしゃいませ。舞茸が結構一番うまいですもんね。白はね。でいただきます。
昆布締め。いいですよね。まあまあ、はい。車入り。車入り。香りがめちゃくちゃいい。加熱されたらさらに香りが漂ってきますよ。お料理された舞茸いかがですか？勝田シェフが作るとやっぱり一段と別格になりますね。びっくりしました。舞茸？舞茸現物見ます？油落としとかないと水なんかケムケムになるんで、シンプルに焼くだけですか？焼いた後汁の上で焼いてもらうんで。奥のお客さんがどうしても食べたいって言って、それで。そうなんですね。揚げれる分には油がない。なんで天ぷらを出さないかというとですね、お腹に一気に重量が油がくるんで、油料理は一品入れるか入れないかって決めてるんですよ。今日は栗を入れたんで、8とそれでもう終わりにしたんです、本当は。
これは天ぷらですか？天ぷらです。じゃあいただきます。どうしよう、なんか嬉しすぎちゃって。いただきます。他の舞茸と違いますか？全然違いますね。自然のあれかもしれないけど、ヤシがすごく香りとか食感もいいですね。甘みが出て、とにかく修学旅行一緒に。あ、いや、煙も結構。なんか紙いっぱいあるから。ああ、確かに20倍。ガチガチに脂のってる。インディコブルーみたいなうなぎ一番うまいです。もっとグレードアップさせるみたいな。舞茸がでかすぎて。これはすごい舞茸が肉厚で。ゴールデンコンビで。何も言えない。お茶碗16個。お茶碗15個。岡本さんでよかったですね。あ、そうです、岡本で。痩せましたよね。痩せたんですよ。そうです。結構痩せたんじゃないですか。12キロぐらい痩せた。ダイエットでですか。あ、そうです。ダイエット、そうですね。好きな場所でお待ちください。
YouTube のうどんそばトークに取り上げてからですね、前後で何か変化ってございましたか？来客人数が 1.3 倍ぐらいに増えまして、放送直後ですね、朝に10人ぐらいの行列ができたので、反響がすごいあったのかなと思います。結構見て来られる方っていらっしゃいましたか？そうですね、 YouTube 見てきましたって言ってくださる方が結構いらっしゃって、 YouTube 投稿後からは結構ランチに必ずピークが来るようになってきたので、お店の周りもすごい良くなってきました。7番の方お待たせいたしました。取り手の飲み物を席までお持ちいたしますので、もう少々お待ちください。お待たせいたしました。岡本さん自体変わったことって何かありますか？変わった方なんでしょう。痩せたことそうですね、いいことで言うと、アルバイトの人たちがすごい増えてきてくれたので、自分が作業したい時とかアルバイトの子たちが対応してくれてると、すごい自分に余裕ができたので、いいことかなと思います。痩せたこともなんですけど、クマがすごいできるようになっちゃって、朝がすごい早いので、その2つが結構見た目の変化かなと自分の中で思ってます。1番の方お待たせいたしました。ありがとうございます。お箸レンゲこちらからどうぞ。はい、じゃあそば、はい、ありがとうございました。結構有名チャンネル。関係で提供する際に天ぷらにされる際のこだわりというか、どういうところを生かしたいとかみたいなのあるんですか？香りですよ。あとは風味をなるべくいい状態で。衣は厚かったんですけど、2回目揚げた時は薄衣にしたんで。じゃあ研究もしながら。そうですね。提供される時って金額って検討中。今生産者の方と調整してます。じゃああやなちゃんよろしく、店長。はい。ではご無礼します。お疲れ様です。はい、失礼します。お店として変わったこととかってございますか？お客さんが来るようになったので、何時にお客さんが来ないかとか、何時台にお客さんがよく来るかっていうのが大体分かってくるようになってきて、朝の9時とか10時あたりのお客さんがグンって減ることが多いので、その時間とかにお客さんが喜んでもらえるようなこと何かできないかっていう風に話し合って、今は朝セットプラスで7時から10時の間にモーニングコーヒーを無料でテイクアウトもできるやつをプレゼントするっていうのを始めたり、もともとやってたことにプラスアルファで工夫をしてやってます。13番の方お待たせいたしました。ありがとうございます。お待たせいたしました。お箸レンゲこちらからどうぞ。
今日もはラストまで10時からアルバイトの子が1人来てくれるので、その子と2人でですね。ありがとうございました。またお待ちしてます。